こんばんは。大家好，我是プアル。プアルです。今回は遠隔指揮官ゴンサロが強い。とにかく強い。めっちゃ強いというと言い過ぎかもしれませんが、運用次第で非常にいいトレードを出せるというお話です。強さの秘密、長所短所、育成準備について実際戦闘している雰囲気まで8つの項目で解説していきます。なぜ強いか、それは大きく2点。相手のアクティブスキル攻撃を受けずにこちらのアクティブスキルだけを与えられる点。次に範囲内であれば兵数が減っている部隊を次々にターゲットにすることができ、壊滅させる機会が増えることです。兵数20万の部隊を持って兵数20万の部隊から5万撃破した時と、残り兵数5万の部隊を5万撃破した時とでは、後者の方が圧倒的に重傷を出せます。そのため兵が減った部隊を壊滅させる機会に恵まれるのはトレード的にかなり有利。それに加えゴンサロは AOE スキル攻撃の恩恵で他の遠隔指揮官より撃破が伸びるのです。さらに言うと銃撃であるためスキルダメージカットが適用されず痛いダメージを与えるところがえぐいです。続いて長所、代表的なところは何といっても先ほどの2点ですね。で3つ目は実動が5511からでもよく、装備もエピックで一定の成果が上げられる点です。4つ目、低戦力な T4 部隊でも一定の成果が上げられる点。これらは敵の近距離攻撃を受けずに兵数が減った部隊を狙うことが基本的な戦い方のためなせると言えます。5つ目は範囲内に絶え間なく敵がいる限り攻撃し続けられるので、逃げたり追ったりするロスタイムがない。6つ目は川や山など侵入できない地形を隔てることで近づかれるリスクなく攻撃できる。これは最強の状況ですが、意図的に戦場とするのは難しいため、運が良ければ楽しめるといったところでしょうか。続いて思いつく短所を6つほど。1つ目は戦線を維持してくれる味方部隊がいないと戦えない。基本は遠距離から一方的に攻撃する運用です。直接近距離戦で敵と対峙する想定ではありません。拮抗している部隊の壁が戦線としてあればこその運用と心得ておきましょう。2つ目は戦線の流動が激しい戦場では活動が難しい。あったと思った味方の部隊の壁が秒で後退してしまえば変形する間もなく敵に囲まれてしまいます。また逆であれば攻撃する間もなく範囲内の敵は撤退してしまいます。なので落ち着いた戦いにならず撃破は伸びにくいです。3つ目は関所前の小競り合いには参加しづらい。重複しますが関所前は戦線が流動的になりやすく活躍は困難です。ちなみに関所をまたいで遠隔攻撃をすることはできません。4つ目、近づかれたら全滅しやすい。長所である参入ハードルの低さの裏返しで弱い状態で運用している場合は攻撃される側に回った時の被害が大きいです。相手より装備育成がしっかりしていて1対1の場合のみ被害が抑えられるものと想定しておいた方が良いでしょう。5つ目は撤退時期の見極めが難しい。砲台からの変形には約8秒かかります。前線の押され具合を見て的確に撤退準備をしないと全滅します。ここは慣れてくればある程度見極められるようになるかと思います。6つ目は完全放置の運用はできない。戦意高揚中でも範囲内の敵がいなくなって戦闘が終了し、非戦闘状態になると自動攻撃も切れます。非戦闘状態の時に敵が範囲内に入ってきても再度手動で攻撃しない限り棒立ちで攻撃は開始されません。次は運用するための準備です。まず指揮官。マストで育てるのはゴンサロです。最低運用ラインとしてスキルは5511もあればいいです。ペアには銃撃シナジーのあるガジャマダが最適でしょう。いなければバーブルマルグレーテでも問題ありません。スキルは全員5511前後で運用開始できます。数字は上げれば上げるだけ成果も出るでしょう。ちなみにガチャマダを持ってない人の入手方法ですが、課金パックの今日の特価にあります。課金できる方はこちらで集めましょう。
他の入手経路はレジェンド宝箱のガチャです。 0.029% で現物召喚、 0.976% で手に入ります。確定宝箱にはまだいません。また KVK 中の前お気に入りイベントで入手可能です。レジェンド宝箱より確率は高いので、ここでなんとか召喚したいですね。次に主将副将をどうするかですが、ペアがガチャマダやマルグレーテの場合、副将はゴンザロの方がわずかにトレードがいいです。しかし断続的な戦闘の場合、副将のスキルが発動できないことも多いです。ゴンザロのスキルを当てることが強みであるため、これをどう考えるかで決めていきましょう。次に天部です。これが正解というわけではないですが、参考として挙げておきます。ゴンサロ、ガチャマダ、マルグレーテ。装備入門は騎士セットです。ここからドゥームリングや角、羽などのアクセサリーをつけて、できるなら騎士セットに天部をつけましょう。ゆくゆくは狼セットのレジェンド装備に切り替え成長すれば遠隔ガチ勢の仲間入りです。初期は騎士装備の部位が足りなくて採取装備を使いたくなりますが、非常に弱いため 2,3 箇所以上になるとトレードが極端に悪くなる可能性があります。最低限の騎士装備はしっかりしてから戦場に出ましょう。続いて軍旗です。眼光陣が砲台に変形できる陣です。この V 字の陣ですね。各部位には工場兵器で数字の高いものをつけましょう。操作ですが、通常状態の部隊を選択すると出るこの右端のアイコンが変形ボタンです。押すと変形後の設置場所を指定する操作に入ります。城の移転と同じような感じで設置場所を決め、チェックマークのアイコンを押すとその場所まで移動し、砲台に変形を開始します。部隊を選択すると出る円が射程の範囲です。通常状態で射程外の敵に攻撃命令を出すと射程内に入るところまで移動し、砲台に変形して攻撃を開始します。ここで注意したいのは、命令を出した後にターゲットが射程外に移動してしまった場合は変形後攻撃に移れないので、再度移動するなど調整が必要になります。砲台から通常状態に変形するには、砲台を選択し右のアイコンを押すか移動させると変形が開始します。変形中に再度部隊を選択すると出るアイコンで変形のキャンセルができます。また眼光陣はどの兵種や指揮官を使っても砲台で遠距離攻撃ができます。ですが光学天部の指揮官以外はアクティブスキルが出せません。なのでダメージの出ない基礎攻撃だけをする戦いになるため、いいトレードにはなりにくいです。余談ですが、サブ運用などで兵や指揮官が揃ってない場合、ゴンサロを直接野蛮人狩りに出すこともあるかもしれません。眼光陣のままだと移動時に変形してしまいがちなので、陣形を通常が強い円月や行軍速度が上がる三翼に変えておくとスムーズな狩りができるでしょう。それでは実際の戦闘を見てみましょう。戦場での立ち回りはこんな感じです。使用している総督は戦力2000万ほど、軍事技術は当然未熟な状態です。ゴンサロは5511、パーブルは5111です。装備は頭と武器が最終武器で、他は騎士セットです。アクセサリーはドゥームリング1つです。軍旗はこんな感じです。さあ戦闘中ですが、ここが戦線ですね。押し引きのラインを射程内に入れて前に出過ぎない位置で変形します。敵が増えてきました。味方の壁が下がっているか注意してみます。なるべく赤や黄色ゲージの減っている部隊を次々に狙います。
次こっち。敵の勢いが強くなってきました。このくらいが引き時です。下から別部隊が来ましたね。危なかったですが、甚大な被害に遭わず、なんとか撤収が間に合いました。レートはこんな感じです。本来触れたら溶けるくらいの低戦力ですら T5 相手に善戦できていることがポテンシャルの高さを感じさせます。しっかり育ててうまく運用すれば1部隊の成果としては抜群にいいトレードを叩き出せるのでガチで押せます。ただ複数部隊しっかりとした指揮官や装備が揃っていてバリバリ野戦で撃破が出せる人はわざわざ手を出さなくてもいいかもしれません。現状の遠隔はあくまでも1部隊での成果です。複数部隊でしっかり囲んで敵を倒せるのならその方が同じ時間でより多く撃破を出せる可能性が高いですからね。また今のところ運用が野戦のみなので使い回しに向かない高額に装備や金蔵をつぎ込む余裕がないこと、あとは操作方法が違うので同時の運用には難があるからです。私にはこなせる自信はないですが、もし完璧に近距離部隊と砲台を同時操作できる方がいれば撃破が上がる可能性もあるかもしれませんね。現実的なところで私はメイン赤の近接部隊をリフレッシュして戦場に戻る間、同時操作のできるサブのゴンサロに活躍してもらうという運用もしています。これならできる方も多いのではないでしょうか。最後にゴンサロについて言いたいのは、野戦で自分の部隊を見失う、部隊がすぐ溶けて悪いトレードが多い、多くの指揮官を育てられない、サブで片手間に遊びたいなど、これらに当てはまる方には特におすすめしたい指揮官だということです。いかがでしたでしょうか。運用してみたくなった、もっと詳しい立ち回りが知りたいなど、皆さんのご感想をぜひコメントしていただけると嬉しいです。また高評価やチャンネル登録していただけると励みになります。ではでは、おつぷはまたです。